ニュルブルクリンク24時間耐久レース、通称ニュル24時間。世界屈指の難関コースで日本のタイヤブランドファルケンが24時間ヨーロッパの強豪とぶつかり合う。予選ではそんなファルケンタイヤで走る33号車のドライバーのニコ・メンツェルが136台中4番グリッドを獲得。44号車も11番手と2台揃って十分に優勝を狙えるスタートとなりました。年に一度の頂上決戦。勝利の条件は24時間中で最も多く周回したチーム。勝利の女神はどこへ微笑むのか。今幕を開ける。そして迎えた決勝レース。スタート直後33号車が力強く加速し、最初のスティントで上位他車よりも多く周回できたため2位に浮上。11番手からスタートした44号車は粘り強く力強く順位を上げていきます。その後10番手をキープしながら理想的とも言える安定したレース展開を見せました。スタートからわずか32分、33号車はすでに周回遅れのバックマーカーを次々とさばきながら華麗にラップリーダーへと迫って首位争いに名乗りを上げていきます。33号車が見せたのはまさかのチーム内バトル。44号車に追いつき、その背後をしばらく走行。しかし少しして33号車はその勢いのまま鮮やかに抜き去っていきました。そしてここで33号車が1回目のピットイン。24時間レースではピットインごとに最低滞在時間が定められています。その時間は何分と一律ではなく、走ったラップ数や残りレース時間によって自動的に決まり、クラスごとに細かく設定されています。ファルケンが参戦する最高峰クラスの SP9 では1ラップ後のピットなら約56秒、8ラップ後なら約197秒の滞在が必要とされます。まさかの演出ところが、スタートからわずか90分後、突如としてレースがストップする事態に。原因はピットビルにある冷却装置の故障。レースを支える電力系統に異常が発生し、史上初電力関連のトラブルによりレースが中断される事態となりました。約2時間に及んだ赤旗中断の後にレースは再開されました。この周回はリスタートラップ。ここではまだ追い越しは禁止。再スタートではなんと33号車は2番グリッドからのリスタート。これは最初のスティントで他の上位勢よりも多く周回したため、ピットでの停止時間が長くなった結果、赤旗中断前の順位は8位でしたが、実質的には2位を走行していました。33号車にとってこれは有利に働きました。つまり中断時点でまだピットに入っていなかったチームほど再スタート時のグリッドで得をする形となったのです。いよいよ再スタート。再び24時間の戦いが動き出します。しかしその夜、運命の瞬間が訪れました。33号車は第1コーナーでスピンして停止していた1台のマシンに避けきれず激しく接触。その衝撃でマシンは大きく損傷を受けました。修復は不可能ではありませんでしたが、かかる時間は数時間以上にも及ぶことに。ファルケンモータースポーツが目指しているのは総合優勝。たとえ修理を終えてもその頂には届かない。そう悟った監督は悔しさをにじませながらリタイアを決断しました。でも
まだ戦いは終わっていない。残された44号車はチームの希望を背負い、夜間に4度のピットインを強いられるも安定した走行を重ね、トップ10圏内を守り続けました。そして夜が明け、勝負のラストスパートへのはずがトラブルが発生。44号車を襲ったのは駆動系のトラブル。力強く走り続けてきたその姿もここで静かにコースを離れることとなりました。パルケンモータースポーツの2台は惜しくもリタイアという結末を迎えました。勝利こそつかめなかったけれど、届けるべきものは確かに届いていた。そのひたむきな姿勢は多くのファンの胸を打ち、パルケンという名前を強く深く刻みつけました。住友ゴムが挑んだのは世界でも最難関の舞台、ニュルブルクリンク。最高峰クラスに日本の技術が唯一その名を連ねたのです。この挑戦はまだ終わりません。パルケンモータースポーツはきっとまたこの地に戻ってくる。歓喜の瞬間をその手で掴み取るために。パルケンナンバーワン